今日はとにかく CG の素晴らしさに感動することが間違いないという DVD 映画を10本まとめて紹介したいと思います。それではスタートです。今日はいくつか前の動画のコメントで CG の DVD を集めたいのでおすすめの CG がすごい映画があったら紹介してくださいということだったので、私が皆さんにご紹介したいとにかく CG が素晴らしくて感動的な DVD を10本選んでみました。といっても CG が素晴らしい映画今までもたくさんご紹介してきたんですけれども、そんな中でも1本だけ今まで紹介したのがあるんですけれども、まだ皆さんにご紹介してない映画の中でとにかく CG が素晴らしいものをちょっと10本選んでみましたので、よかったらご覧ください。以前に私はびっくりする画面とかでは声が出てしまったり 3D では動いたりしてしまって人に迷惑がかかるので映画館にはなかなか行けないという話をしたと思うんですけれども、そんな私の数少ない映画館で見たアバターを紹介したいと思います。実はこの DVD非売品って書いてるんですね。私がいつも映画を見てるテレビを買った時にそのテレビについてた DVD なんです。これは本当に CG はもう本当にすごくて、どうやって作ってるんだろうって、もう CG の美しさもすごいんですけれどもメッセージ性もすごいなと思って、ちょっとアメリカの歴史的背景なんかも考えさせられるような、ネイティブアメリカンのこととかも考えさせられるような CG が素晴らしい映画ということで最初に思いついたのはこのアバターです。もう私も本当に何回も見て何回も感動して何回も泣きました。もしかしたら未来の人間界は宇宙に住むところを求めてこんな風になっちゃうんじゃないかなっていうような、ちょっと地球の未来なんかも考えさせられるようなそんな映画だったと思います。これは今までもこの先も大おすすめの CG が素晴らしい映画です。このアバターも地球から遠く離れたそんな星でのお話なんですけれども、これもいかがでしょうか。ゼログラビティという映画なんですけれども、ちょっとこのブルーレイのケースがすごくないですか。ホログラムでとっても綺麗なんで、ちょっとあらすじを読みたいと思いますけれども、いつもこうやってあらすじを読むだけではちょっとつまらないと思うので、今日はちょっと変わった試みをしたいと思います。ちょっと宇宙の画像素材を買ったので、そちらの画像をご覧いただきながらちょっとあらすじに触れたいと思います。ゼログラビティ、地球から 600m も離れた宇宙でミッションを遂行していた宇宙博士とベテラン宇宙飛行士。するとスペースシャトルが大破する。想定外の事故が発生し、2人は1本のロープでつながれたまま漆黒の無重力の空間へと放り出される。地球に戻る交通手段であったスペースシャトルを失い、残された酸素も2時間分しかない絶望的な状況で、彼らは懸命に生還する方法を探っていく。もちろん私も皆さんも宇宙には行ったことないと思うんですけれども、本当に行ったらこんな感じなんだろうなっていうことがリアルに体験できる映画と言っても過言ではないと思います。人物とか宇宙船の中とかそういうもの以外はほとんどが CG と言っても過言ではないんですけれども、 CG と実際の人間とのその不自然さが全くなくて、本当に見てる私たちが宇宙空間に行ったんじゃないかなとか、私たちはもしかしたらこの映画を見ながら無重力を体験してるんじゃないかなって、そういう錯覚に陥るぐらいの素晴らしい完成度の映画だと思います。底抜けに宇宙って美しいんだなって、宇宙から見た地球ってこんなに綺麗なんだなって、それと同時に宇宙ってものすごく怖いなって。この現代社会においていろいろな文明が発達して宇宙と私たちの距離感っていうのは少しずつ縮まってはきてると思うんですけれども、まだまだ宇宙っていうのは未知の存在だなと。その宇宙でスペースシャトルを失ったこの人たちが一体どうやって地球に帰ってきたのか、一体何が起こったのか、本当に映画を見てる間ハラハラドキドキの連続で一切画面から目をそらすことができないような、そんな名場面ばかりで作り上げたようなそんな映画と言っても過言ではないと思います。サンドラ・ブラックとジョージ・クルーニーがお届けするこのゼログラビティ、ご覧いただけてない方はぜひご覧いただきたいと思います。 CG ももちろん素晴らしいんですけれども、ストーリーも間違いなく感動する一本だと思います。それからこの映画も話題になったのでご存知の方もいらっしゃると思います。ライフ・オブ・パイ、虎と漂流した227日という映画です。先ほどのゼログラビティも本当に宇宙が美しいんですけれども、これは海が本当に美しいです。私はタイタニックでも海が美しいなと思ったんですけれども、この映画は海を美しく撮影することに特化した映画と言ってもいいぐらい本当に美しいです。ご覧いただけてない方が初めてこの映画を見たら、これはどうやって撮影したのかな、本当に海なのかなと、
波一つな海なんて本当は存在しないんですけれども、水面に映った光とか全て計算され尽くした美しさがここにあると言っても過言ではないような、そんな映画なんですけれども、ストーリー的にもものすごいんですね。これもちょっと映画とは関係ないんですけれども、イメージ画像をご覧いただきながらちょっとあらすじを紹介したいと思います。アバター以来驚異の映像美、アカデミー賞最優秀監督賞を含む最多4部門を受賞。アンディが送る感動のアドベンチャー。カナダへの移住のため経営していた動物園の動物たちと共に貨物船で旅立つパテル一家。しかし太平洋のど真ん中で嵐に見舞われ、船は沈没してしまう。家族とはぐれた一人。ボートにしがみつき一命を取り留めたパイ。ボートには凶暴なベンガルトラが身を潜めていた。果たしてトラは少年の命を奪うのか。パイと一頭のトラとの227日にも及ぶ想像を絶する漂流生活が始まった。映像は本当に今までの映画で見たことがないくらい本当に美しい、ため息が出るような美しい映像美なんですけれども、ストーリー的にはハラハラドキドキなんです。私的にはハラハラドキドキはもちろんなんですけれども、ところどころに本当に涙が流れるような感動的な場面があったり、もちろんそして映像美も美しい、本当に大おすすめの映画です。もちろん CG なんですけれども、そんなこといつの間にか忘れて見入ってしまうような、全く見飽きないような、見てる間本当に映画に引き込まれるような、そんなストーリー展開と画面構成です。 CG としてももちろんおすすめなんですけれども、これ1本で動画を作りたいくらい大おすすめの映画です。ぜひご覧ください。それから次にご紹介するのは怪物はささやく。一言では説明できないくらい本当に複雑でいろいろなことが込められていて、本当に深い一本なんですけれども、見る方によったら結局何が言いたかったのかちょっと難しい、ちょっと複雑って思うかもしれないんですけれども、私的にはおすすめです。 CG も本当に美しいです。この映画の主人公は余命わずかな母親と一緒に暮らす少年なんですけれども、ちょうど思春期、そうですね、大人でもあり子供でもあり、大人でもなく子供でもない、そんなちょっと複雑な、ちょっと多感な思春期の男の子が主人公なんです。大人になるとどんなに残酷でもその現実から目を背けることができない。真実とは何なのか、嘘とは何なのか、本音と建前とは何なのか。この映画は見てる方の受け取り方でハッピーエンドにもなればバッドエンドにもなる、そんなちょっと複雑でちょっと不思議なファンタジー映画という感じです。それと思ったのは、本当に子供心になって素直に見れば本当に心に突き刺さる場面っていうのはあるんですけれども、深読みすればいくらでも深読みができる、複雑な見方をすればいくらでも複雑になる、うがった見方をすればどんどんわからなくなってくる、そんなちょっと複雑な、ちょっと哲学的な映画とも言えるかもしれません。私がこの映画を見て率直に思ったのは、人間というのは複雑で理不尽で曖昧で素直なんじゃないかなって。ちょっとややこしいんですけれども、なんかそんなことがふと頭をよぎったんですね。人間の心の奥底にある真実っていうのは何なのかなって。私も40年そこそこ人間を続けてるんですけれども、その人間の奥底にある真実っていうのは何なのかなって。結局誰も自分には嘘がつけないんだなって、誰も自分自身に嘘をつくことはできないんだなって、そんなことをこの映画からなんか気づかされたような、そんな映画でもあります。子供心を忘れた大人たちにはちょっと複雑かもしれませんけれども、子供たちの心には素直に届く、そんな映画かもしれません。美しくも残酷な3つの物語のその先の真実と一体何なのか。とっても深い映画なんですけれども、本当に実写と CG のバランスが本当に優れていて、映像も美しいです。 CG も本当に素晴らしいです。もし許されるなら 3D で見ていただきたい、そんな映画です。大おすすめです。ぜひご覧ください。次に紹介する CG が美しい DVD は少年マイロの火星探検機です。こちらもちょっとイメージ画像を見ながらちょっとあらすじを紹介したいと思います。9歳の少年マイロは口うるさいママと喧嘩ばかり。今夜は大好きなパパが出張から戻ってこられず、おまけに夕食は大嫌いなブロッコリー。ちゃんと食べなさい、言ったはずよ。ガミガミ怒るママにマイロは思わず言葉をぶつけてしまう。ママなんかいない方がずっといいよ。ショックを受けたママの目に涙が光った。マイロは後悔のあまり眠れなくなる。謝ろうと決心してママの寝室の前に立つと、ドアの隙間から強烈な光が。追いかけていくと、なんとそこには宇宙船。その中には捉えられたママの姿。ママを返せ、マイロは。
飛び立とうとする宇宙船の足部分に服が引っかかり、宇宙船内へと滑り込んだ。マイロとマモンを乗せた宇宙船は宇宙に飛び立ち、着いたところは高度な科学と文明を誇る奇跡の星、火星だった。この映画は以前ご紹介したポーラエクスプレスの CG にちょっと似てるんですけれども、確実にあの頃の CG よりは進化している。フル CG が素晴らしい上にストーリーもきっちりと引き込まれます。ディズニーがお届けする少年マイロの火星探検記、ぜひご覧ください。それから CG が美しいといえばこちら、アリス・イン・ワンダーランドです。他の CG 映画では絶対見られないオリジナリティあふれるティム・バートンのカラーが本当に素敵な映画です。以前にこのココアートチャンネルでも詳しくご紹介したアリス・イン・ワンダーランドなんですけれども、その紹介の動画はよかったら上のカードに貼っておくのでまたご覧ください。とにかく CG も美しいですし、キャラクターたちのメイクにも引き込まれます。ストーリーも最高です。マイロの火星探検記もアリス・イン・ワンダーランドもディズニーなんですけれども、ディズニーからもう一本、オズ始まりの戦いです。この映画は皆さんもご存知のオズの魔法使いありますよね。あの物語のその後をちょっとモチーフにしてるんじゃないかなというような、そんな映画です。今オズ対魔女たちの戦いが幕を開ける。偉大な男になることを夢見る手品師のオズは迷い込んだ魔法の国オズで美しい魔女の姉妹と出会い、その名前から予言に残る伝説の魔法使いだと誤解されてしまう。彼女たちから邪悪な南の魔女を倒してほしいと依頼されたオズは財宝や名声に目がくらみ戦いを決意する。果たして邪悪な魔女とは一体何なのか、そしてオズは偉大な男になれるのか。謎に包まれた彼の知られざる過去が今初めて明かされる。言葉で言うのは難しいんですけれども、他の CG とはちょっと違うようないろいろな CG がなんかコラージュして作ってあるというか、絵本の世界に飛び込んだような、そんなキャラクターがいるかと思えば本当に怖い魔女がいたりして、物語も本当にハラハラドキドキ引き込まれるんですけれども、映像美が本当に美しいです。ファンタジーが大好きな方、 CG が大好きな方、ストーリーに引き込まれたい方、感動を求めてる方、誰もが大満足のそんな一本になっています。オズ始まりの戦い、許されるなら 3D で見ていただけると迫力満点です。それからこれはもう皆さんもご存知だと思うんですけれども、ジュラシックワールドです。ジュラシックパークも私見たんですけれども、ジュラシックパークをまたより一層すごくしてしまったような、そんな映画なんですけれども、見たことある方は本当に恐竜の質感とかもすごいなって、本当に恐ろしいなって、ちょっとショッキングな場面とかちょっとホラーに近いぐらいちょっと怖い場面もあるので、そういうのが苦手な方はちょっと控えた方がいいと思います。震え上がるほどの迫力満点で、映像もすごい迫力満点です。 CG とは思えないくらい本当に鬼気迫るような、そんな DVD になっています。私特に恐竜ものが好きなわけじゃないんですけれども、あと2本恐竜のものがあります。こちらになります。こちらはウォーキングダイナソーという映画です。こちらもちょっと映画とは関係ないんですけれども、ちょっと雰囲気を作るために恐竜の画像をご覧いただきながらお話ししたいと思います。物語そのものは単純なんですけれども、以前ご紹介した小さな森はワンダーランド、それと同じ BBC アースの映画なんですね。白亜紀の恐竜を CG で再現していて、実写の風景に CG の恐竜を合成しているような、そんな作り方で作った映画なんですけれども、その実写の風景に恐竜が重なるところに違和感が全くないんですね。本当に質感がすごくて CG の作り込みがすごくて、本当にそこに恐竜がいるような、そんな錯覚をしてしまうほど素晴らしい映画でした。私は 3D のメガネをかけて見たんですけれども、本当に鬼気迫るような迫力満点の映画です。この映画を見てふと思ったのは、恐竜の時代は2億年近く続いたのに、私たち人間の歴史はわずか240万年ほどなんですよね。なんだかちっちゃなことで悩んでるのがもったいないなって、そんなことさえ感じられるような、そんな壮大な映画です。人の人生なんて恐竜の時代から見たらほんの一瞬なんじゃないかなって、そう思うと、もっと直感でもっと自由でもっと好きに生きていいんじゃないかなって、そんなことを思わせてくれるような、そんな映画だと思います。約7000万年のアラスカ、南へ向かう草食恐竜の群れの中で最も幼いパッチは、やがて群れのリーダーである父親を亡くし、兄や仲間たちともはぐれてしまう。巨大な肉食恐竜や自然の脅威と戦いながら、パッチは大人へと成長し、兄との再会を果たす。だが彼らに危機が訪れた時、リーダーとして仲間を守るため、
パッチは兄に戦いを挑む。本当に先ほども言ったようにストーリーは単純なんですけれども、 CG で描かれたこの恐竜の質感が今まで見た恐竜の映画とは全然違うような、そんな質感でした。瞳の描かれ方の透明感っていうのが私は参考になるなと。もし恐竜に出会ったらこんなに綺麗な目をしてたのかなって、そんなことを素直に感じられた CG が素晴らしい映画になっています。実際には体験できないそんな白亜紀の恐竜を目の前のテレビ画面でご覧いただける恐竜の映画なんですけれども、本当に物語も分かりやすく、本当にショッキングな場面も少ないので、子供から大人まで大おすすめの映画になっています。このウォーキングダイナソーが陸上の恐竜としたら、こちらは海の中の恐竜のお話です。カバーにもあるんですけれども、博物館を歩きながら恐竜を紹介していくような物語というよりは、本当に博物的な映画じゃないかななんて思うんですけれども、驚異の 3D 体験、遥か太古の海の世界を大迫力の CG で再現とか、恐竜が地球を支配する遥か以前、海を支配していた驚くべき生物、海流の世界が 3DCG であなたの目前に迫る。物語というよりも本当にぼーっと眺めていられるような、年末に水族館にいるような、ぼーっと眺めて寝ちゃっても大丈夫ですよっていう映画をご紹介したと思うんですけれども、そんな感じで本当に大迫力なんだけれども、海の美しさとかちょっと癒されるような、そんな恐竜の映画です。先ほどの映画と同じで、やっぱりこういう恐竜ものを見てると、人間の歴史って本当に一瞬なんだなと。私たち人間は本当にこんな一瞬のことなのに、本当に日常いろいろなことに支配されたり、いろんなことに悩んだり、いろんなことに右往左往したりしてるんだなって。こういう恐竜ものの映画を見ると、私はちっちゃなことで悩んでいられないなって、なんか迷ったり悩んだりした時に、こういう宇宙ものとか恐竜ものとかを見ると、なんか自分の悩みがちっぽけなような、そんなことを感じられて、たまに見たりするんですけれども。はい、ということでちょっと今日は長くなりましたけれども、 CG が素晴らしい映画を10本ご紹介しました。いかがだったでしょうか。今日ご紹介した映画の中で予告編のあるものは下の説明欄に貼っておきます。そちらをご覧いただいて見てみようかなと思った映画をぜひご覧ください。本当に私にとっての映画というのは、作品の参考になったりとか、作品の種をいただけるだけじゃなくて、自分の知らない世界を覗けたりとか、ちょっと固定概念を柔らかくしてくれたりとか、感性の筋トレになったりとか、価値観の更新になったりとか、本当にいろいろな意味があります。本当に映画って素晴らしいなって、まだまだ見てない映画もたくさんあると思うので、生きてる間に一本でも多く素敵な映画に出会いたいなって、そんな風に思います。今後もまだまだ紹介したい映画がたくさんありますので、皆さんの人生の中で何かほんの少しの気づきになったりとか、気分転換になればいいなと思ってるので、ちょっと私目線なちょっと独断と偏見にはなると思いますけれども、これからも映画を紹介していきたいと思います。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。よろしければチャンネル登録お願いします。画面の赤いプロフィール画像は今ご覧いただいている告発チャンネル、上の赤いウサギはファーストチャンネルです。それではまた次の告発チャンネルでお会いします。ありがとうございました。